皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、103万円の壁見直し、自民党の新しい案が出てきました。ところが、かなりせこい話となっており、X や YouTube 上では、非難集中の大炎上となっています。103万円の壁見直しについては、デフレからインフレへと移行し、物価の上昇が見られる中において、基礎控除や給与所得控除が昔から変わっていないといったことが大きな問題となっています。手取り収入の減少によって多くの人たちが以前よりもより生活の圧迫感を受けており、これを緩和することが非常に重要となっています。一方においてデフレからインフレへと移行することによって物やサービスの値段が上昇し、日本経済全体で見てみると企業業績は上向きの状態を維持している状態です。しかしそれはあくまでも経済全体というかなりぼんやりとしたもので、実際の生活環境の実感とはどうしてもずれるものです。なぜならば、給与がどんどんと上がっていき、それが物価の上昇を上回っていなければ、基本的には手元に残って使えるお金が少なくなることから、苦しさばかりが人々の体感として残るからです。去年から続いてきたこの103万円の壁見直しに関しては、まず第一弾として自民党は123万円までは上げようという話を提示しました。しかし、国民民主党が提示していた178万円とは非常に大きな開きがありますから、年が明けた現在においても、この103万円の壁見直しについては攻防戦が続いているところです。そこで出てきた新しい自民党の案がかなり見せかけ倒しで、そしてかなり意地悪なものとなっていることを見ておきましょう。自民党が新しく提案した103万円の壁見直し案、年収200万円以下の人に関しては非課税枠を123万円から160万円まで引き上げるとしています。そして200万円以上500万円以下の人に関しては2年間限定というあくまでも今だけの話として控除額を10万円上乗せします。そして500万円を超える場合においては一切そのような減税措置は行わないという案を提示しました。この自民党の提案に対して国民民主党の玉木代表は以下のようなコメントを出しています。年収200万円相当の対象者は300万人で、所得税納税者数5500万人のうち約 5% しか対象になりません。減収額も400億円から500億円に過ぎません。物価高で困っているのは低所得者だけではありません。対象をもっと拡大すべきです。それと、内容が不十分なのに加えて、制度が複雑すぎます。103万円の壁を引き上げようとして、所得制限という新たな壁を設けるのは避けるべきです。また、ガソリンの暫定税率廃止の時期についてはゼロ回答。3党幹事長間の合意を実現できるよう粘り強く協議を続けますとコメントを出しています。年収200万円といったところをラインとして自民党は引きました。さらに200万500万円の間における控除額の引き上げは2年間の期限付きのもので後からなくなるものです。さて、このような制限を課すことによってどのような人たちに対して自民党はアピールするのでしょうか。その答えが年収200万円未満の世帯がどのような人たちかを示した情報です。所得金額が200万円未満の世帯に占める年齢別割合です。65歳以上の人が 72.4%、60から64歳が 7.9%、これでおおよそ 80% 近くの人たちが所得金額が200万円未満の世帯です。つまり自民党は年収制限として200万円を一つのラインとして区切った理由というのが圧倒的大多数の高齢者に対して私たちは高齢者に非常に優しい政治をしますよというのを言いたいがためにわざわざ新しい壁として200万円というラインを設定したのです。自民党はこの200万円というのでなぜラインを切ったかといえば、それはもしもこうした所得制限の基準というのを設けないで一律に全員の基礎控除を上昇させると高所得者の人たちの減税割合が大きくなってしまうではないかという反論を述べています。しかしこれは非常におかしな反論で、そもそも論として基礎控除額というのは生活する上で必要最低限度の所得についてはこれに税金をかけませんというような趣旨から設けられているラインであり、その人の所得が高いか低いかではなく、
日本人として日本で暮らすんであれば、これは最低限課税しませんよという平等に本来であれば控除されるべき額なわけです。ですから、あの人は所得が高いんだから基礎控除は小さくてもいいよねというような考え方の性質ではありません。それに、所得が多い人に関しては、累進課税といって収入が多ければ多いほど税金を払うというのが日本のシステムであり、基礎控除額が上がることによって減税額が上がったとしても、もともと高所得者の人たちは低所得者の人たちよりもはるかに高い税率で税金を納めており、そこの部分が変わらないのであれば、先ほども述べたような全員に等しく基礎控除といったものは考えるべきものです。また、これは明らかに制度的な問題を抱えています。物価の上昇や給与の上昇といったものがある際に、基礎控除額がずっと変わってこなかった。これこそがそもそものおかしな点です。生活する上で最低限というのを考えるのであれば、例えば生活保護受給の水準といったものとある程度合わせるといったことを政治家が議論するのではなく、システムとして最初から連動性を持った仕組みを設けて自動的に変動するような形を取る方がよほど理にかなっています。また、制度的に今回、所得によって対応が変わるというのは、制度として非常に複雑で煩雑な手続きが必要になると言われています。今回提示した自民党案というのは基本的には年収制限をかけることによって全体の人たちに対する減税策ではないという非常に奇妙なものとなっています。だからこそ先ほども述べたような高齢者にかなり的を絞った話であり、一方で働いている世代に対しては全く恩恵が及ばないような非常に差別的なものとも思えるような対応です。例えばこの103万円の壁から一旦離れて少子化対策をしなければという話も同時に政策としては非常に重要な話題です。そしてなぜ少子化が進んでしまうかといった話の中に必ず出てくるのが生活苦がハードルとなって結婚そのものに踏み込めない人たちも多いし、また結婚してからも自分たちの生活プラスアルファ子供を1人2人といって家族が増えた場合の家計負担を考えるととてもではないがそう簡単には踏み出せないといった人が多い、いわゆる経済的な問題といったものも大きな障害となっていることが言われています。103万円の壁見直しは当初はアルバイトやパートの人たちの話に集中しがちでしたが、しかし基礎控除の引き上げというのは本来であれば税を納めている人たち全員に関わる問題であり、しかもそれは社会情勢の変化によって都度見直しをするべきものが放置されていたといった政治家たちの怠けていた問題です。自民党の宮沢税調会長は今回の提案によって低所得者の人たちを対象とした控除額の引き上げとしては非常によく考えたものだと述べており、おそらくは私が提示した高齢者向けの話としてはこれでうまくいくだろうと考えているのでしょう。一方で、なぜこのようにして自民党が特に高齢者に集中するような控除額の引き上げを打ち出してきたかといえば、おそらくは日本維新の会と予算案や法案などについてのある程度の賛成を取り付ける見通しが立ち、国民民主党に対してはそれほど本気で交渉しないでもいいというような考え方を持っているのかもしれません。というのも、日本維新の会は国民民主党の提示した103万円の壁見直しに関して大筋では賛同しているものの、彼らにとっては本筋ではありません。日本維新の会はまずは教育費の無償化について話を進めたいとしており、こちらの方が費用としてはかなり少なくて済みます。予算を組む際にどれだけの影響があるかを考えた場合において、維新の会であればそれほど苦労せずにある程度お金を工面することができ、そちらであれば財源案などについても細かく突っ込むこともなく、やろうと思えばできるというような状態です。これは現在の国会においては、自民党、公明党、維新、この3党があれば予算や法案は通る状態であり、自民党、公明党としては維新と組めるんだったら別にそれでいいやというような雰囲気が出ているのかもしれません。しかし、そもそも論として少子化対策の一環として取り組まねばならないものであり、物価や給与の時代とともに変わるものに基礎控除も合わせて変えていこうというこの流れは本来であれば同時に進めなければならないものです。自民党が維新の会の掲げてきた
教育費問題に関して飲んでしまえば、もうあとは国民民主党の言うことなんて軽視しても良いと考えているのであれば、私は選挙においては大きな反発を食らうと思います。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。